くお願いします。よろしくお願いします。昔すごい GTO 街で走ってるとすげえ三菱のスポーツカーだなと思って見てたんですけど、やっぱ赤のイメージでした。ああ、そうですね、赤です、ね。はい。これは前期、中期、後期ある中の後期なんですね。実はそう前中後期最終型、あ、最終型もあるんですか。これが最終型。そこ何が違うんですか。最終型はヘッドライトのちょっと凹凸があるようなこう立体的な感じのヘッドランプになってて。そうか、あっち後期型はもうちょっとつるっとしてるんですね。つるっとしてる感じで、お尻のウィングがアーチ型になってるんで、そこで見比べていただけると。なるほど。はい。実は細かな変更は結構ある。いやでもヘッドライトって車の印象すごい変わるじゃないですか。後期ってすごいライトが大きくてちょっと恐怖感あったんですけど、ここがそっか丸にちゃんと開いてるからあまり怖くなくなってるんです。前期もかっこいいですよね。ここがちょっとカクッとしててリトラにもなってて。ただやっぱり後期を見るとやっぱり後期にしたくなるのかなってところもあると思うんですけど、でちなみにこれはもうピットロード M さんで基本全部やっていただいてる車ですね。で色も純正のギャラクシーホワイトをまたレストア塗っていただいて、すごいな。今エアロはまだ販売されてるんですか。販売されてます。あ、すごいですね。台数少ないのにだいぶ幅もでかいですからね。純正は 1840mm でフロントが何ミリでしょう。フロントが 30mm。 30mm。じゃあこの広がってる部分が出てるんですね。でリアがこれ結構特徴的なグラマラスライン 55mm。 55。じゃあトータル1950。でかいですね。まあ部分的にはなっちゃうんですね。でもここの膨らみがかっこいいですよね。あ、そうですね。ここポイント。ここポイントですね。これは基本このフェンダー全部スムージングされてて、あ、そうですね。ここも中までね綺麗にちゃんと処理されててかっこいいのと、まああとやっぱりフロントが僕はやっぱ印象的だったのかなと思うんですけど、このボンネットがまたピットロード M さんのかっこいいですね。これいい出来だと思います。これ一択かなと思うぐらい、海外でも結構人気でオーダーが結構入ってる。バンバン売れてる。いやこれはかっこいいですね。やっぱ海外需要が大きかったですね。海外需要多いですね。今でもコアなファンが多いんで。日本はなかなかもう見ないですよね。相当三菱がバブル時代にもうエイヤって言って作ったような足し算の法則か、足し算の法則で作ったみたいな感じですよね。でもこのねダクトも結構この今風なデザインがあってね、かっこよくて、あとはもうフロントバンパーも全部ピットロード M さんのやつですね。これもだいぶ印象を変えますね。変わります。ここのボリュームラインがずっとこの横の、そうですね、この流れでねサイドまでこうずっとくるんで、ただこのちょっと昔のカマロとかそっち系のちょっと柔らかいデザインのね、今少ないじゃないですか。やっぱ少ないです。シュッとしたデザインが多い中、なかなか特徴的だなと思うのと、でホイールも今風な、グラムライツの 57CR。また深いホイールが履けるんでかっこいいですよね。それにタイヤは気合の AD09 が入って、このブレーキもなかなかでかいなと思って聞いていたら、住友製の純正のブレーキではあるんですけど、17インチということで後期以降採用されてる。あ、そうなんですね。でもこれだと全然さっきも踏ましてもらいましたけど結構効きますね。パッドも変えてるんで。ああ、まあそうですよね。パッドもプロミューかなりかな。はい。なるほど。でそこにやっぱこのディアマンテベースと言われてましたが、フェンダーが薄くてかっこいいですね。あ、そうですね。横から見た時めちゃくちゃかっこいい。よくあのボディでこのデザイン作れたなっていうか、まあでも前期が一番特徴的ですけど、ここのストラットが当たっちゃって、逃げ場がこれもね逃げ場作ってあるんでしょうね。まあ後でボンネット開けてもらったら分かりますけど、相当きつそうですもんね。そうですね。もうギチギチで。ギッチギチですもん。何をするにも大変な。でサイドステッカーが貼ってあって、やっぱこれがちょっとイメージ的な感じでありますね。ワンポイントで。でここら辺の屋根もやっぱりちょっとね低くてかっこいいですね。柔らかいデザインで、頭が低いですよね相当。そうですね。傾斜が傾斜が結構きついんで、頭当たっちゃう人は当たっちゃうんじゃないかなっていう。サーキットでヘルメットをかぶると当たるっていう。でも本当そのレベルだと思います。アメリカ人とかの人は結構ローポジにしないと当たっちゃいますよね。だいぶ大変だと思います。でこのね特徴的なこのドーム型のリアハッチもかっこよくて、相当これはもうね軽量化したら軽そうですよね。この分大きいと思います。ですよね。車重この当時で結構ビッグサイズですもんね。そうです。1600超えてまましたから。あ、1700超えてたんですか。はい、前期型とか。重いな。後期の方がちょっと軽くなって。後期はちょっと若干軽くなって、いらない装備とかを削除してるんで。だってもうこの当時でいうと相当最新技術いっぱい搭載されてたんですもんね。この車アクティブサイレンサー、あと可変式 ECS 電子制御サスペンション、電子制御サスもついてたんだ。でも今では当たり前の例えばね可変式のウィングだったりとか、アンダーフラップだったりとかっていうのあったんですけど、当時からしたらいらねえだろうというかね、いろんなものがついてまして、そして重い。そうですね。この当時から最先端の技術を使おうとしてた、さすが三菱。でもタイミングが悪い。いつもね。先取りしすぎちゃった。先取りしすぎで。
で後ろも 55mm なんでもう相当これ入ってますね、スペーサーが、はい、外に出してるんだろうなっていうところもあって、はい、ここもインナーも全部処理してあるんですね、はい、綺麗に。すごい。あとこのリアバンパーも結構好きで、このちょっともっちりした感じの。そうですね。もうこれは全部つけないと合わないですね。合わないですね。はい、ですよね。これだけつけてる方はいないので。ああ、ですよね。全部つけてやっとこう成立するようなフェンダーで、でここよく見るとここは純正なんですもんね。これ純正です。はい。だからここの張り出しが、まあ一応ワイドなんですけど、違和感なくてかっこいいですね。ここ。そうですね。であとこの一文字のデザインが、このテールもね多分当時は違和感あってすごい怖いなんかね後ろの目つきしてるんで、今見ると普通に見れちゃうというか、お尻が薄く見えますよね、これにすると。ワイドローな感じね。あとちょっと14のテールみたいな。当時はこういったテール結構流行ってマーク2とかも。マーク2もそうですね。確かに確かに。だから薄く見えるかもしれないですね。でこのねテールも昔これ社外じゃないですよね。純正です。ですよね。なのにかなりクリア感があって、これも多分出ないでしょうね。もう出ます？なかなか部品がないですよね。であとマフラーがこのちょっと長時間あるこのアベックスのマフラーであまりうるさすぎず、いやいいですね。やっぱこの下から見るこの太鼓が結構かっこよかった。ああそう。これ大事ですね。いやいいな、かっこいいな。この白って結構パキッとした白ですね。そうですね。純正かかってもないですし。クリームがかってるよりスポーツカーはこういう白の方がかっこいいですね。じゃあちょっとせっかくなんでトランクを見せてもらっていいですか。こんなに低いと積めないのかなと思うんですけど。あとウイングもこれ純正っていう。純正です。はい。でかい。はい。よ。おお。椅子今倒してる状態なんでめちゃめちゃ広いですね。このストラットのタワーバーがね邪魔してあれなんですけど、結構大きいものも積めますよね。高さはないですけど奥行きと幅はあるので。すごい。あと面白いのがやっぱディアマンテベースにするとこの位置が高いですね。そうですね。もっとスポーツカーねFD とかすっごい低いじゃないですか。低いですね。面白いなやっぱこういうところも。この下にね燃料タンクがですよね。なるべく後ろ重量をかけないと前ばっかり重くなっちゃうんですもんね。でこれもまためちゃめちゃ綺麗で、この辺も全部塗り直してあるんですね。そうですね。この辺は全部。やばいな。この辺も大体サビサビになっちゃうようなところなんですが。そうですね。でもこの車さっき乗らせてもらって分かったんですけど、結構合成感高いですね。塊感というか。これはちょっと内装生かしていただくと、ドアも大きくて、うわすごいなこれ。またこの当時感ある素材というか色合いというか。そうですね。ここはなんか剥がれちゃう。これは劣化ですね。劣化剥がれちゃうんです。やっぱこのなんか内装も独特ですよね。センターコンソールもだいぶこの80のスープラ感なのかな。ちょっと80っぽい感じもあったり。座ってみていいですかこれ。どうぞ。よいしょ。確かにこれ頭もうこれやばいですね。ちょっと前に前傾すると当たっちゃうようなぐらい。そうですね。メーターとかこれ純正なんですか。メーターはマイルコンビのメーター輸出用のやつをつけてるんで。つけてあるんですね。かっこよ。でレブは7000ぐらいですかね。なるほど。囲まれてる感あるって言ったらいいのか。一体感はある。あとこの辺にこれ MD プレイヤーですからねこれ。これなんだろう。カセット。カセットなんだ。そっかカセット時代ですもんね。これでもトヨタなんですかこれ。あれこれなんか。そうなんですよ。よく気づきましたね。JZX90 の純正カセットデッキです。これ流用してるんですかこれは。へえ。穴ぼこが開いてるのもどうかなと思いまして。まあ確かに。間に合わせとりあえずは。これはこれでいいですね。いやでもこれやっぱ座ってる位置とこのガラスがめっちゃ低いですもんね。すごい低い。後ろは人乗れるんですかこれは。後ろ人は大人はちょっと1人ぐらいじゃないですかね。1人ぐらい。ギリギリ乗れる。これはでも狭そうですね。ちょっとね。座る位置はちょっと深いんだ。深いです。なるほど。ちょっとこう FD というか。そうです。深くこう座れるようになってるんですね。面白い。座れるっちゃ座れる。座れる、これは座れると言っていいのかなところありますけど。じゃあ最後エンジンルームを見せていただきましょうか。やっぱこの車といえば4駆と 4WS とエンジンかなと。これは面積大きいんでかなり軽量化に貢献してそうですね。そうですね。純正のボンネットが30キロぐらいあるんです。30キロ。これが8キロ。全然違いますね。変えるとフロントの車高が上がっちゃうっていうぐらい。そんなレベルですか。すごいかっこよ。だいぶ肉抜くされてますもんね。そうですね。ピットロード M さんのステッカーもあってかっこいい。でこのエンジンやっぱりこれ無理やり積んだなっていう。無理やりですね。無理やり感が。すごい。だってストラットの位置がここにあって、まさかのエンジンのヘッドがもうほぼ前に全部いるという。なんなら V 型のこの最後の気筒がこっちにいるぐらいで、やっぱりバランスはなかなか取りづらかったんでしょうかね。
まあいい感じにこうよく収めましたね。ですね。まあただ V6 のちゃんと傾斜がこう横から見たら。ただその鼻先を低くするにはもってこいだったのかもしれないですね。スープラとかだとやっぱりこう直録でね縦でこう長くて頭が最後ちょっと出てるんでみたいなのありましたけど、でもこの車は逆にストラット位置がこんなとこにあるんで、これやばいですね。横から見ても出てますからねこれね。だからこの逃げがないと当たっちゃうという。相当取られてますもんねここもね。前期の貼り付けた感じのボンネット、あれはあれで出ちゃったからしょうがないし、後からね苦肉の策というかすごいな。でもフレームも結構綺麗ですね。これ実行歴なしですかね。はいはいはい。まあ当時この車をガシガシに乗ってる人もあまり少なかったですかね。V6 の3リッターのツインターボですよね。ブーストアップでどれぐらいの馬力出てるんですか。1.18ぐらい。1.18。それで大体400弱ぐらい。トルクがすごいですね。そうです。パワーよりトルクが乗っていただいたと思うんですけど、トルクがやばいですね。びっくりしました。トルクがでかいんで、それで結構満足しちゃう。そうですね。5000ぐらいでもシフトアップしていってもすっごい気持ちいいですね。体感のすごいなんか400馬力よりすごい速く感じるような。でこのエンジンも中鉄なんでやっぱ強いんですね。強いですね。ね、エンジンブローもしづらいという。もうこれも15万キロぐらいですか。もう15万キロを超えてます。でも全然ボディもエンジンもしっかりしてて、クラッチもノーマルですか。クラッチノーマルです。めちゃめちゃ乗りやすい。だから400馬力まで耐えるっていうのもいいですね。純正で。このお尻のようなこの H ケースの吸気も面白いですね。すごい。まああとはもうパーツとの戦いになりそうなんで、パーツとのこれはもうぜひ大切にしていただきつつ、そうですね。でもなんかね置いててももったいない車だ。走ってなんぼ。車は走ってなんぼなんで、またグレードアップしたらぜひ取材させてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。もう始めていいですか。どうぞ。こんにちは。こんにちは。また新しい車ができてますねこれ。買い直しました。ケイマンから F8 に M4 になって、でタイミングよくインフォカーさんが前の取材面白かったから違うスポーツカーでもやってみてって言われて、どれにしようかなと思ったら乗り換えてたっていうやつで、ね、そうですね。これにしましょうと。またエラーいっぱい入ってそうな車なんでちょうど面白いかなと思って。間違いないです。はい。これ前もご紹介したインフォカーさんの車両診断もできるし、エラーも消せるし、スマホにつないで、ログが取れたりできますよっていう商品になってます。そうですね。はい。旅先の故障とかに強いのかなっていうので、ちょっと一回また刺してみましょうか。また結構いじってんなこれ。これは結構やってますね。ね、いいっすね。かっこいい。シンプル。そんなゴテゴテしてないし、ちゃんと合法だし。これね、これちゃんとついてるからね。はい。こんな感じで、これ取り付けは簡単です。インフォカーさんはここ刺して、よいしょ。これで刺すと、そうエンジンかけるとここがパワーオンになります。でオンになったらインフォカーさんをダウンロードしておけばこんな感じで出ます。こんな感じで出せて車両診断してみましょうか。であとはここは診断レベルを選べますってやつで、大体基本でいいんじゃないかな。詳細までやるとかなり細かい ECU のユニットおよび標準体じゃないところのエラーも出してくれますよと。診断中。さあ来た。これで大体エラーが分かりますよと。はい、合計4つエラーが出てます。点検必要です。なんかミスファイヤーしてるのと、あとは3つは結構特殊なエラーなんだろうな。ケイマンの時結構細かく出てましたもんね。出てましたね。どういうやり方でやれば解決するかみたいなね。保留中とか永久的なコードはないから、ここで例えばこれ修理工場を探すとかしたら近所のねそのまま行けるんだ。なるほど、便利です。それはそれで便利だ。あともし簡易的なことでコードをクリアしたいときはここからクリアを押せば削除もできますと。エラーを。確かにこれは便利ですね。これは便利。消すってやつ。はい。故障コード消しました。昔だったらディーラーさんに行って OBD に挿してダイヤグコードを調べてもらってエラーは何かなって探ってもらってたのはもう自分でできますよって感じですね。家でできるのは便利ですよね。便利っすよね。正直最近ディーラー行くことないもんね。逆にないです。入れないです。入れないね。確かに入れはしない。3つになってるからなんか1個消えてるね。でもこれのさっきの1個消えてる。そうねっていうエラーも消せますし、あとはこうやってモニタリングもできます。キャタライザーの温度だったりクーラントだったり結構細かく見れますもん。結構細かく見れるけど見れすぎてわからない。そう見たいやつを絞らないとこれ難しいですね。前も言ってた通りこれかな。この辺は使えるかなと。あと前もやったこれ走行記録勝手にされてるのかなこれ多分。いや多分これ前回の。そうだよ。だからここもエンジン今1回かかって記録中なのかもしれない。
あとこれねこれエンジンの状態、あこれすごいね吸気温度とか見てたら吸気温度センサーとかバグってると分かるよねこれ。確かに。この辺面白い。まあサーキット前にチェックする方もいらっしゃいますし。なるほどね。なるほどこういう簡易的なヘッドアップディスプレイとか面白い。スマホとつないで遊べるいいツールかもしれないですね。まあ、あとこういうのはいいよね。エンジンオイルとかエアフィルターいつ変えたとか。いちいちドア打ちのシール見る必要ないですからね。じゃあちょっとせっかくだったら改造 M4 インプレドドン。まあまあサーキット仕様だからなこれ。足も硬いし。そうですね。前後295。モードは何で走った方がいいですか？もうバブバブモードでしょ。了解です。せっかくだったら優しくね。ちょっと立て替えお願いします。いっぱい入ってますよこれ。そこやめてもらっていいですかっつって。1000円か。え？全部1000円できる。パチンコ屋じゃないんだよね。よし。パチ屋ドラえもん号行くぞ。パチ屋ドラえもん号。さあモニタリングしといてもらおうかな。よいしょ。ダッシュボードでいいかな。よし。バフバフしてるいやーサーキット行きたいな。でもこれで行きたいですね。早く行きたい。まずこの KMP これコスパ良かったね。これがめちゃくちゃいいです。マジでいい。この裏側のねこのカチカチがちょうどいいでクイックリリースにもなってるし、なってますね。そこ押すだけで素晴らしい。さあ急加速。いやーいい音。いやー乗ってる身は気持ちいいんだよな。外から聞いたら汚いんだよ。汚いですよね。 F 型特有のね。あー素晴らしい。素晴らしいです。っていう CSF の、冷却性能も分かったということで森さんありがとうございました。ありがとうございます。また次回お待ちしてます。自分についてもらうと助かります。そうですそうです。すごいトルクトルクがあるんで発進しやすいですよ。離すだけで、もうガンガン進みますよね。すげえギアロングなんだろうなっていう。そうですね。すげえ一足でもう十分なんですけど、ああこういうことですね。ジャリジャリなっちゃうんですね。この音がうるさいんですよ。ガラスの落ち方すごいですね。傾斜が。頭は結構近くないですかここが。いやそうですね。フロントの設置感がもうあるのは、前が重いからなんですかね。相当ね。トラクションはかかってると思います。全然普通に乗れるなと思うんですよ。あ、これはうるさいっすね。確かに。マフラーよりうるさい。おお、トルクすごっ。なんかトルクで走ってるみたいな車ですねこれ。おお。うわすごいすごいすごい。もうちょうど今もうマックス来るところですもんね。この3歳ぐらいで。これ回さなくても回さなくて速いですねこれ。そうですね。そうなんです。全然回さなくていい。本当にブーストアップでもパワーだけじゃなくもうトルクで結構満足しちゃう感じの。でもこれ踏んだら燃費悪いんだろうなこれ。これだって V6 の3リッターのツインターボですよね。すげえなんか若干アメ車みたいな感じです。そうですね。下がこう感じの。お速っ。お速っ。4速が気持ちいい。これ速いっすね、結構。ブレーキもよく効く。これは速い。なんか今の車と遜色ないぐらい結構加速しますね。さすが昔直線番長と言われてただけで。ここがすごいのかな。3速そんな踏んでないのにモリモリ。そうですね。これワインディングちょっとギア1個高めで乗ってもそうですね。気持ちいいっすね。このギアの入りも結構しっとりした感じというか、なんか独特ですよね。カチッとしてるロケットラックのゆるっと入る。面白いのぐらい。あとボンネットの膨らみがすごい。乗ると分かります結構。結構視界に入ってる。でこのやっぱりストラットのところのこのダクトがまた見やすいです。
替えても楽しいかもしれそうないなんですよ。あんまりこうストレスないんで。そうですよね。はああフロント角めちゃめちゃすごい。そんなにね GTO 重い曲がらないっていうイメージあるかもしれないですけど、意外にそんなことないですね。ないですね。多分攻め込んだり純正だったりするとキャンパー足りなかったりとかでノーマルはちょっときついですね。結構辛そうですよね。あと乗ってるとあれですけど、リアの三角窓、はい、結構視界にあ、そうですね。貢献してくれてますよね。めちゃめちゃ見やすい。意外とピラーが分厚いんで。そうですね。ピラー分厚いですもんね。90年代の車はこの味があっていいですね。なんかあまり電子制御に守られてない感じ。アナログ感が。多分 RS6 からのこのギャップがすごいじゃないですか。そうですね。まあ多分4代目なんであんまりその新鮮味はないかもしれないですけど、これはブーストアップで十分だな。すごいなこれ。これで軽くするんだったらどうやるんですかね。でもあとはドアとか、カーボンカーですか。あとリアゲートも出てるんで、そういうのでゲートでかいですもんね、結構ね。これやっぱ6速になったのが結構大きいですよね。これ前期も乗られたことあります？あります。5速。ちょっとやっぱたるい感じ。5速の方がもっとワイド感ありますね。ワイド感ありますね。6速もいいですけど、ちょっと6があんまり使わなくなっちゃうんで、本当巡航用みたいな。そうですね。5でも全然巡航スピードで使えるぐらいなんで、6あんまり入れることがないですね。ないですよね。シートポジション後ろにしないとここが当たるんですよ。あ、そうですそうです。膝が。そうなんです。新車の時純正だと確かなんか排気も静かにできたりするんですよ。アクティブエグゾーストのシステム、はい、システム。今は当たり前なんだけど、昔は全然非常識で、逆に人気がなかったものいっぱいついてますもんね、これ。先駆けみたいなシステムがいっぱいついてる。超先駆けじゃないですか。ノンダブルエースも多分当時だと相当新しかったです。そうですね。乗りやすい。これはグランドツーリングカーでもあるし、そうですよね。スポーツカー感もあるし、なんかちょうどいい中間ポジションとかですね。でもディアマンテベースでここまで作ったらもう優秀だと思います。買うなら後期ですか、やっぱり。いろいろとやっぱ前期だといろいろとこうねリスクがやっぱ部品の問題とか、あと対策品とかもやっぱりもう最終型とかの方が熟成されてきてるんで、長く乗るんだったら違うんですね。違いますね。逆に泣きどころあるんですか、この泣きどころはやっぱりあれですね、トランスファーシャフトとかがもう出ないので、やばいっすね。もう結構パワー重視でいじってって折れたら終わりっていう。終わりですね。いいな、この車フロントの設置感があってすげえ楽しいな。あ、そうなんですよ。結構こういいっすよね。いいっすね。やっぱこの前にエンジンがあるおかげの重さがあって、ブリッツの足も結構固めという。あ、そうですね。楽しく。6速入れちゃったら結構いかないよ。80とかだと1800回転とかなりますよね。あ、そうですね。加速はしますけど、やっぱちょっとたるいですね。そうですね。はい。やっぱ5速、まあ上域だったら5速ぐらいですね。昔からピットロード M さんですかね。ずっと。ピットロード M ですね。はい。関東だとボズスピードさんとか、三郷のさんあります。まあ今でもなんかやってくれるとかって話ありますけど、なかなかコアな車なんで、見てくれるところで。そうです。どういう加速なの？やっぱトルクなんだろうな。トルクですね。トルクがすごい。下から来るんで、小さいタービンと排気量でやってるのかなって。ここすごいっすね、これ。そうです。そうですね。絶対楽しいですね。楽しい。ただ車のパーツがないと心配でね。そうです。そこなんですよ。そこですよね。もうちょっとねパーツがあればいいんですよね。三社連合になっちゃってからだいぶパーツがなくなったから。そうなんです。すごいね。全然下手に感じないね。タイヤがまずもう当時ってすごい低グリップだったので
スもねこの当時オプションとかも多かったじゃないですか。そうです。それも全部つけて対向式キャリパーもまだまだ少ない時代ですもんね。そうです。これもいいな。すごいなんかこう低い車に乗ってる感じがすごい伝わるんです。これスーパーカー乗ってるみたいな。でこれの OEM 車もあったんですよね。あ、そうですね。ラシステルスとか。はい、面白い。デザイン変更されてる。そうです。やばいこれやばいっすね。そうですよね。悪魔ですこれ。絶対どきたいもんこの車前来たら。バチ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 。バチバチですよ。これまあ軽量化そんなされてないんでもう本当に1700ぐらいですもんね。ノーマルが1680らしいんですけど、まあまあ1700近くあるんですけど、まあボンネットとシート類とか、まあ純正シートめちゃくちゃ重いんで。あれなんかすごいですよね、あの革のシートで。ああそうですね。電動が結構1脚20キロぐらいあるんで、まあそれだけでもボンネットは50キロぐらい軽くなってる。そうじゃあ1650ぐらい。今の車ってこう、2リッターとかに大きいタービンをつけて下がちょっと薄い感じになりがちなんですけど、でもこの当時はこの排気量の暴力で、ただ NA だとちょっと遅そうですね。いやちょっと NA だとちょっと物足りないかも。物足りないですね。220倍系ですね。当時ね、3人の Z もそうでしたよね。あ、そうですね。ツイッターボードでね、全く同じようなスペックで。そうですね。今の車は基本そういうのはなくて、全部ターボがついてて、なんかブースターツとかコンピューターが違うぐらいなんですけどね。この時代の車でステアリングの応答性がちゃんとあるっていう。あ、ちゃんとある。乗りやすい。本当に気持ちいい。ありがとうございます。逆にこれ次何かいじるとこありますかこれ？次いろいろありますね。いろいろあるんですか？いろいろまだまだ。まだまだなさそうでしたけど、意外にあるんですか？ラジエーター入れたりとか、冷却系やっぱり。確かに344はすごそうですね。ガンガン調子乗ってね、ブーストかけまくって。絶対来ますよね。冷却系とあと燃料ポンプとかインジェクターとか、その辺はまあちょっと容量大きいの変えといて。そうですね。またいろいろタービンモード出てくるんですよね。異色ですね。もう異色というか不人気だったんじゃないですかね。いろいろありすぎてやっぱりもう叩かれるネタが多かったと思いますね。なんでまた当時この GTO が好きだったんですか？まずはそうだ、スペックですね。パワーよりトルクが好きだったんで。ああ、なるほど。乗りやすさに直結しますもんね。やっぱり低回転であれだけのトルクを出す車って。いや、びっくりしました。ここまで低速トルクある車あんまないぐらい結構びっくりします。すごい乗りやすい。32のね、GTR 乗られてる方がこれ乗るとトルクがすごいね。いや、そうですね。RB 結構上で回して稼ぐじゃないですか。そうですね。全然違いますね。低速トルクが楽しくてついつい下で踏みたくなるっていう面白いなやっぱ。昔の車だといって戻れない感じがあります。これもショートシフターとかになってます。これは多分そのまま十分ですね、これで。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、楽しいですね、こんなの。いい、ありがとうございます。思ったより速くてびっくりしましたどうせライボの方が速いのかなと思ったら低速トルクすごいですね、これ。